どうもこんにちは。プロゲーマー南です。恒例となってきたギルティギアストライブ講座ですが、今回は格ゲー初中級者に向けたキャラ対策講座をしていきたいと思うので、よろしくお願いします。今回狙いは2つあって、1つは使用人口の多い強キャラなんで、対策した方が勝率が高まるじゃないですか。まあこれはもう本当に言うまでもない話だと思うんですけど、もう1つがすごい重要で、キャラ対策って言葉自体は知ってる人は多いと思うんですけど、実際どんなことしてるのかってなってる人が多いと思うんですよね。ソルって強くて人口の多いキャラクターなんで、ソル対策をしながらキャラ対策のやり方だったり重要性を学んでほしいんですよね。で、やり方が分かっちゃえば、例えば新しいキャラクターを触ろうとか新しいゲームをやり込もうってなった時に流用が結構効くんですよ。で、さらに勝率も上がるし、ゲームをより楽しく遊ぶことができるんで、まあこれも格ゲーの醍醐味だと思うんですよ。なんで、まあ対策をしていきましょう。まず遠距離 S 対策になります。立ち回りの主力牽制プラス、ガードさせて有利なので、この技からソルの攻めが展開されます。この後の展開は3パターンに分かれて、攻め継続、崩し、暴れ潰しになるので、一つずつ説明していきたいと思います。では攻め継続の遠距離 S から遠距離 S 連携を解説していきますね。これは様子見と入れっぱをするとガードが確定になり、リスクレベルが上がって状況が継続してしまいます。なので読めたら発生の早い小技か上半身無敵がある前 P を出しましょう。様子見に勝ち、暴れに負けます。では見ていきましょう。こうなりますね。次は崩しになります。有利フレームを取って暴れ潰しを対の卓にして、通常投げ、コマンド投げ、中段のダストを決めに行きます。これはガードに勝ち、それ以外に全て負けます。有利フレームを取っても走った時点で有利ではなくなるので、ガード以外の行動が全て勝つんですよね。こんな感じになります。次は暴れ潰しになります。卓としては先ほど説明した攻め継続と崩しの対の卓になります。暴れ潰しがあるから攻め継続と崩しが通るようになりますね。結論から言うと、暴れ潰しは遠距離 S からディレイハイスラ一択になると思います。それはなぜかというと、他の暴れ潰しは弱点があるので将来的には使われないんじゃないかと思うんですよね。とはいえ、まだ稼働して日が浅いし、いろんな帯の人に向けての動画なので、あえて全ての暴れ潰しを解説していこうと思うのでよろしくお願いします。まずしゃがみ P の暴れ潰しになります。これは有利を取った状態で発生の早い技で暴れを潰す形になっているんですが、リーチが短く2発刻めないんですよ。でしかも距離があるとそもそも届かなかったり、相手の暴れと相殺もしちゃうんですよね。なのでしゃがみ P から前ハイスラを入れ込みで出します。でもこの連携はヒット確認もできず、ヒットさせてもそこまで減らないし、さらに前ハイスラはガードで確定なのであまり使いたくない選択肢ですね。じゃあ映像の方見てみましょう。これがバリアされてしまうとそもそも届かなかったりするんですよ。暴れを潰す場合なんで、一応出してれば、何かしら潰してはくれる期待値は高いんですけど、こっちも毎回暴れてくるわけではないので、ガードになっちゃった場合は、これは後で各半周っていうんでまとめるんで、それを見てほしいんですけど、基本的に大体の技が確定してしまうぐらい隙のでかい技になります。次はしゃがみ K ですね。この連携はしゃがみ P と使い方が似ています。違うのはしゃがみ K がしゃがみカウンターした場合、前 S が連続ヒットすることぐらいです。一見強く感じると思うんですが、しゃがみカウンター限定だし、前 P 暴れを潰してもリターンがないので個人的に微妙ですね。しゃがみ P としゃがみ K の弱点は、前 P 暴れを潰すために
ガードされて確定の前ハイスラを入れ込まなきゃいけないことだと思っています。では映像の方で説明していきます。こうなるとつながるんですけど、これはやっぱ個人的に微妙なんですよ。暴れを潰す側もなるべくシンプルにまとめたいと思ってるんで、将来的にこの連携はあまり使われなくなるんじゃないかなと思います。最後は自分の推しである遠距離 S からのディレイハイスラになります。じゃあなぜって話になるんですが、この連携は本当に強くて、遠距離 S の硬直の終わりまでハイスラでキャンセルできるんですよ。なのでガードした側がハイスラを出すまで動けなくなるんですよね。しかもヒット確認簡単で減るのでいいことずくめです。さらには暴れ潰しをガードされても必殺技キャンセルとの読み合いに発展するので、将来的にこの連携一択になるんじゃないかなと思います。弱点はディレイをかけすぎてしまうと前 P で割り込まれてしまう、タイミングが感覚依存なことぐらいですかね。では映像の方を見ていきましょう。いや本当に強いです、この連携。ディレイ効きすぎですよね。もう映像から見てわかると思うんですけど、というよりもうこれノーキャンセルで出してるのか目押しでキャンセルで出してるのかもう分かんないんですよね。でも全部の暴れが潰せます。例えばこれは今マイ P で暴れてたんですけど、これをしゃがみ P でいきますね。こうなって、さっきの暴れ潰しより明らかに減ってるし状況もいいし、運びもあれですよね。でさらに単発でゆっくり確認もできて、立ちハイスラの後のガンフレームとバンデッドブリンガーって結構強い連携になっちゃうんですよまた。で立ち回りで振られる前スタルのこの対処も一緒に説明していこうとは思っています。弱点らしい弱点がないんですよね。説明したように本当にディレイかけすぎると、これで上半身無敵で割り込まれてしまう可能性があるぐらいじゃないですか。あとは早すぎると俗に言う連続ガードという状態になっちゃって、暴れが発生する前にガードが確定しちゃって、特に暴れ潰しとしての機能を果たすことができなくなっちゃうぐらいですね。それも別にその後強い連携にまだいけるんであれば、リスクレベルを上昇したそこに持ち込めるって考えたらいいかなと思うので、要練習項目かなと自分の中では思います。これで遠距離 S 絡みの連携は終わりになります。次は先ほど話に出てた前 S とハイスラガード後の必殺技を使った連携に対しての対処を話していきたいと思います。まず出してくる技の説明をしますね。これがガンフレームになります。これは見た通りの飛び道具で、距離が遠くなればなるほど有利になります。距離が近いと不利なので至近距離で使われることは基本的にないと思って大丈夫です。次はガンフレームフェイントですね。これも見た通りのフェイントです。隙は少ないから釣られちゃうんですけど、行動終了後は一応不利になっているんで、そんなにビビらなくてもいいよって話ですね。最後はバンデッドブリンガーですね。この技もガンフレームと性質は同じで、ガードさせる距離が近ければ不利、遠ければ有利になります。では対処法なんですが、これはかなり悩んだんですよ。というのが、距離によって有利不利が変わってしまうのと、相手の出す技によって、もちろんそれ側もリスクが発生するんですけど、こちら側のその安定卓と呼ばれる卓に対してもリスクが発生してしまうので、種類が多くなると守る側って基本不利だから大変じゃないですか。だからごちゃごちゃせずに簡単にまとめようと思って今回は説明したいと思います。例えばリスクないっていう連携をするんであれば、これとこれとこれ別にリスクはないですね。対してでそのリスク度外視でいいんであれば、これ入れっぱに引っかかっちゃうんですよ。もちろんこの技はガードで確定反撃をもらうんですけど、一応相手側のもうその気分でぐちゃぐちゃになってしまう。でさらにまずこれ一応これカウンター確定してるんですよ。じゃあ別に入れっぱでええやんって話になると思うんですけど、
こうなっちゃうんですよ。でバンデットブリンガーって空中ガードするとめちゃめちゃ不利になっちゃうんですよ。だからこう守ってる側なのにいろいろ考えて読み合うのって大変だと思ったんで、相手が踏み込んでくるか来ないかで読み合って、その前パンチを出すか出さないかの読み合いにするのが一番いいのかなと思いました。っていうのがそのソルガーが、牽制あるじゃないですか、いろいろと。この技を潰すためには何をするかっていうと、差し返しですよね、俗に言われる。硬直を後出しで殴る。さらには、そもそも発生で勝つ。でかつしゃがみ技ですね。これ発生結構負けてても無敵でゴチンって殴っちゃうんで、変な勝ち方をしちゃうから、だからその出すか出さないかにしちゃえば、無敵技をそのボルカニックバイパーを出すか入れっぱをするかみたいなじゃんけんになるんで、攻める側はだるい、守る側は楽をできるんですよね。シンプルイズベストかなと思います。では次は立ち回りの飛び込みと空中バンデットブリンガーの2択をどうやって対処するかの説明ですね。先ほど遠距離 S だったり地上牽制のやり取りは説明したんで、あとはその空中からソルが襲いかかってくることに対して対処できれば、一通りの対策になってるかなと思ったんで、多分対空ってすごい格闘ゲームの中では難しい方に入るんで、これ知らないと最悪遠距離レースの対処とかができてても、じゃあこの人相手にずっと飛びゃいいやっていう風になっちゃうんで、難しいけど一応これは知っておく、もしくはできておいた方がいいっていうことはあるんで説明していきたいと思います。空中バンデットブリンガーがどういった性能なのかわからない人もいるんで、そこの説明からいきます。これもまた難しい技でして、一応ガードした側が有利なんですよ。数字で言うとマイナス1フレか2フレでめちゃくちゃ優秀な上に、一応知っといてほしいのが、低めにガードさせるとガードさせた側が有利になっちゃうんですよ。これは先ほど説明した距離と同じですよね。ガンフレーム先端なのか持続ガードなのかで有利フレームが変わっちゃうみたいな、そこもかなり嫌じゃないですか。なので出す前に対処したいと思います。あとはその前の説明で1個あるんですけど、空中ダッシュしながら出すとすごいぶっ飛んでいくんですよ。基本的には空中ダッシュとの対にはならないかなと思っています。出す場合はこれですね。その前 P 対空で落としたがってる相手をずらすっていうのが、メインの用途になるんですけど、これで出ました。こういう感じですね。ジャンプ S を落とそうとしたらそのバンデットブリンガーが飛んできてっていう。でこれなんですけど、空対空か空投げが一番いいですね。これです。でその理由なんですけど、通常技、要はジャンプ攻撃を潰せるタイミングで出していれば、タイミングがずらされるだけでソルの位置が変わるわけじゃないんで両対応になるんですよ。ちょっと上に上がってるけど、ジャンプ系でも空中だけでも吸えるんで、ちゃんとソルがいつかこう降りてきますからね、ちゃんと。一応映像でもう一つ見せておきますね。あと失敗して仮にカウンターしちゃったらそんな減らないんで、言うてこれぐらいで済むんであれば、捕まったエーセンスの連携されるよりは全然いいっていうのと、さらに別に空中投げとか空対空って無敵があるわけじゃないんで、ジャンプ攻撃超早出しに負けるんですけど、超早出しをするってことは、何もしなかったらこっちが有利になるんですよ。もちろんだってこんな高め出ししたら当たりもしないし、これそんなに有利になってないんで、そういう効果も見込めるっていうのが非常に大きいポイントになりますね。この対処ができるようになると、それ側も気軽に飛び込めなくなるから、地上戦のさっき見せた前パンチと一緒に、組み合わせで使っていきたいなと思います。で最後にそのちょっとキャラ限定の対処にまたなっちゃうんですけど、
点で捉えるんじゃなくて線で捉えるって、まあ、野球みたいなもんで、まあこれ3択になってるんじゃないですか。でこれに対して勝利権、すいません、ボルカニックバイパーで、要は無敵技ですね、斜め上に前進する無敵技をとりあえず置いておけば悪いことにならないよっていうのが点じゃなくて線って話ですね。これもソル以外に対しての対処でも使える状況が来たりするんで、地味に大事な項目かなと思います。最後は確定集ですね。まあ確定集といっても、まあそんなに長い話ではないんですけど、まあこれだけはさすがに対処しないといけないと思うんで、まあ皆さん対戦でもう連打されてると思うんですけど、きつくないですかこれ。でまあ自分もきついんですけど、一応2つだけ対処というか、まあ読みなんですけども、まあ、やらないよりはやった方がいいっていうのがあるんでやってみてください。1つ目はこのバク捨てをするとなんかフレーム消費みたいな感じになってちょうどいいんですよ。こんな感じでめんどくさいのが反応できたはいいんだけど空中ヒットになっちゃったりしてキャラによってはコンボがつながらなくなったりするんで、仮に相手が打ってなくて遠距離 S でもちょっと距離が空くぐらいで済むんで、これは使用感人によって違うと思うんで、ダッシュ持ってるキャラかつ、自分に合うと思ったら使ってみてください。でこれは万人に近い対処になるんですけど、で、めちゃめちゃヘルルートがキャラによって存在するんで、猶予を伸ばすってやつですね。相手がちょっと停止してるじゃないですか。だから通常よりも硬直でかくなる上に青キャンの性質上当ててこの相手が固まってさらにまた拾い直しができるんで指導も S かハイで始まると思うんで、これは割と全キャラ実用的になるんじゃないかなと思いますね。これも本当最後の最後に小ネタなんですけど、さっき言ったこのマイハイスラーの確定なんですけど、ぶっちゃけ何でも入ります。ただ難しいなっていう人と反応できないダッシュきついよって人いると思うんで見てほしいんですけど、これこんなんで殴れます。足払いじゃなくていいんですけどね。以上がとりあえず今夜勝ちたいソルを撲滅する対策になります。皆さん長い間ご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。